ちは竹千葉の竹虎4代目です。今日はですね、うなぎ受けです。転ばしとも言ってですね、ここの内側にこういったこれエレギっていうんですけど、これが仕込まれていて、これも竹のね弾力性をこう生かしてあるんですよ。うなぎがこう中に入ると、もう入るときはスルスルと入れるんですよ。けども一旦入ってしまうと抜けれなくなるっていう、こういった仕組みのものをこの先っちょにつけた竹筒、後ろはねここからこう餌になるミミズなんかを入れて、で布を入れて頃合いの竹で線をしていく。で大体仕掛けるのが夕方なんですよね。うなぎの通りそうな川の道っていうのがやってると分かるようになるんですよ。川の底にねこうちょっとこう触れたようなとこあって、ここうなぎ通りそうやなっていうとこに仕掛けて、これだけだと流れてしまいますんでね、石をこうたくさんこうする。で次の日の朝早く、直径こんなんですよ。長さこれぐらいのものでもね、これになんとですねかかる時は15匹ぐらいかかるんです。それぐらい昔はその川が豊かでうなぎもたくさんおったということなんです。新しい受けはねわざわざ古くするんですよ。あんまりね新しい受けではうなぎ取れないんですよ。うなぎってものすごく嗅覚が発達してるんで、匂ったら竹の甘い香りとかするんで、やっぱそれはねうなぎにとってはあんま魅力的な香りじゃないんじゃないかなと思って、でどんなに古くするかというと、実はこれをちょうどねうなぎをこれ取りに行くシーズンはね田植えの季節と重なってるの。新しいの手に入ったらこれをね田んぼの土の中に埋めに行くんですよ。一晩つけといてもあげて、でまたもう一晩つけてあげてみたいなことを繰り返してると、これは結構ね土の匂いに馴染んで結構いい受けになるというようなこともしました。3年4年5年と長く使ってくるんですけど、長く使えば使うほどこれ色がカラッカラになって、こんな色になっててね、でこんな色になってくればくるほどうなぎがよく取れる受けになったという新しいやつはなかなか取れなかったという話なんですが、これ全部同じ大きさでできるんです。なんでかというとね、ちょうどこの太さの竹を用意して、その竹を型にしてるんです。こう作っていくんでね、全部同じような頃合いの太さのものが次々出来上がるんですが、でですね、この職人の技、伝統のうなぎ受けがどうやって作られているのか、皆さんにじっくりご覧いただきたいなと思ってます。どうぞご覧ください。ノーバンプノーライフ。
う